食べて美味しいと思ってるものを作ってるので、イラストレーターの秋山さんです。うちのなんかね、パン作りも共通してると思うんですけど、正解ない。これ何の生地ですか？これはティーバゲットと生地で、低温で長時間発酵させた生地でして、朝来て一番最初にすぐに焼ける状態になっているフランスパンに近い生地。これは今フランスパンを回して、その後に食パンを回すに食パンのための準備をしてる。これはオリーブのリスティックといって、黒いオリーブと緑のオリーブの方がアンチョビが効いてて、ちょっと塩気が効いてるんですけど、結構お酒とも相性がいい。ずっとパン食べるのが好きで、食べるのが好きだから作れるようになりたいなっていうのがあって、作ることにも興味を持ち始めて、これフランスパンです。いやでもやっぱ自分で作ってみて、それを自分で口にしてっていうところで、なんかやっぱ最初に思ったようにできなくて、難しいなっていうのを思ったのが本当に第一印象っていうか、パン作りって難しいんだなっていう。1日40個から50個ぐらいやってるんですけど、もちろん美味しいものを作れてるんですけど、どうしてもやっぱトランベルの成瀬シェフのクロワッサンと同じものを、同じ配合でやっててもなかなか同じように作れなくて、どこかでやっぱ技術の差があるんでしょうけど、自分もオープンして1ヶ月、2ヶ月、あと2ヶ月ぐらいなので、そういうとこではもっとクロワッサンに近づけるようにと思って毎日湧いてます。その大学を中退したんです。途中でリタイアして、その時にやっぱりパンを食べるのが好きだったんで、パンを作れるようになりたいなっていうのが思ったのがきっかけで、パン屋で働いて、これバゲットの生地です。生地を仕込んで、一晩冷蔵で発酵させたものです。
これブルーベリージャムです。バゲットを先ほど分割したバゲットを成形してます。これはユスティックって言って、さっきのバゲットと同じ生地なんですけど、ただ切るだけっていう、成形しないような。うん。そうですね、今はまだ僕はオープンして間もないので、とりあえずは習ったことを忠実にやってみようということでやってみて、まあ、少しずつ慣れてきたら自分オリジナルのレシピで、まあ、アレンジして変えていけたらいいのかなっていう、トランブルーのレシピでやっています。成瀬シェフから教わったことはやっぱりパンの技術だけじゃなくて考え方、社会人としての生き方みたいなのもそういうのを教えてもらったので。
なんか軽い口当たりで、クロワッサンって言っても一概にくくれないというか、いろいろ種類あるじゃないですか。その中でもちょっと軽めの、そこまで甘くなく、食事にも合わせやすいようなクロワッサン。はい、こちらは本当にシンプルなフランス産小麦と水と塩、イーストだけで作るシンプルなフランスパン。こっちはもう朝来てから仕込んで、そのままストレートで焼くフランスパンです。どう仕上げてどう陳列したら美しく見えるかなっていうところまで考えて、美味しいパン作ってお客さんの目に留まって手に渡って召し上がってもらって満足するまでなんで、そこまでを全部セットで考えないといけないので。
まあ自分が食べて美味しいと思ってるものを作ってるので、なんか商品に対してまあそれぞれ味覚は違うし、美味しいと思うものも違うし、お客さんもまあ100人やったら100通りの考え方あると思うんですけど、自分の中で変えずに持っている部分は自分が美味しいと思うものっていう部分。手切らないように気をつけて。今まで自分が10年間パン業界で修行してきた中で、持ち続けてきたお客様に対する姿勢とかは変わらずに、このエナパンというお店でも続けていけたらいいなと思います。イラストレーターの秋山さんです。うちのロゴも秋山さんに書いていただきました。実際にあるパンをモチーフにしていただいて、あちらは秋山さんが書いたカレンダーなんですけど、そういったイラストが描かれております。食べ物もなんですけれども、パンを中心にイラストを描いてますイラストレーターの秋山陽子と申します。そうですね、ナミさんは本当みんな万人の方が美味しいなって思うような、それでいてやっぱりナミさんのパン結構プープがすっごいしっかり立ってていいですよね。そしてそれでいてなんかこうきつすぎないとこがナミさんのこう雰囲気にすごい優しい感じもあり、そういうところがね、なんかやっぱ人柄がね出てていいな。はい、私は、絵の教室もやってまして、私の美味しいなと思ったパンを毎月持ってきまして、でそのパンを皆さんとシェアしながら、イラストに描いて、で、お土産パンもちょっと用意しながら、各題材のパンもご用意して一緒に楽しむっていうようなことをしております。この中でどれぐらいオレンジが染みてるか、これぐらいかな。次、今ペン入れですね。このペンもいろいろあって、私はめちゃめちゃこの細帯で結構製図とか書くときぐらいの一番細いのを使ってるんですけど。でこれ書いてないところもとにかく先に言っちゃいますか。いや、このパンは結構書き込んでる方かな。一応美味しそうに描くっていう、のを一番大事にしてまして、やっぱ食べ物がすごい好きで、特にパンが好きだったんでパンのイラスト描いてるんですけど、すごいうまくっても美味しそうって思わないのはちょっと魅力を感じないなと思って、私ながらのは美味しそうに美味しそうだなって思ってもらえるような絵っていうのを一番大事にしています。でも完成形をまずこんな感じのを描きたいなっていう、ぼんやりイメージから描いていって、でもそこも描いてる時はそんなにもう考えず手が勝手にみたいなで最後仕上げるみたいな感じで、失敗も成功に持っていくみたいなこうじゃないとダメっていうのはないんです、結構絵とかは特に正解ない。なんかね、パン作りも共通してると思うんですけど、でもその本人がいいなって思ってればそう思う人はいるだろうなっていう。私の絵を見て、すごい和んだりちょっと幸せな気分になったり、パン今食べれないけどなんかこれいいなっていう、そういう優しい気持ちに、なっていただいたらなと思っていつも